はいどうもこんにちは。この動画では Adobe After Effects の中にあるカメラを使ってこんな感じのフラットな画面をこのようにカメラワークを使ったダイナミックな感じで動かしていく方法をご紹介していきます。この動画を見れば例えばポスターのようなデザインを動かしてみたり、サイネージや短い広告動画を作る際にも参考になる動画が作れるようになりますので、ぜひとも参考にしてみてください。今回はカメラの基本的な使い方を含めてカメラを活かす6つのテクニックをご紹介していくので、準備ができたら早速本編を見ていきましょう。アクションということで、After Effects でカメラを使って動画を作るポイントの一つ目ですが、まずは After Effects のカメラのおさらいも兼ねて基本的な使い方を学んでみましょう。After Effects でカメラを作るのであれば、新規からカメラを作成するか、コマンドオプションシフト C を押してカメラを作ります。もうコマンドオプションシフトなんて3つも押してしまうので、勝手に全部押しと呼んでます。そしたらまずカメラの設定ですが、意識することとしてまずは種類に1ノードカメラと2ノードカメラがあります。この1ノードカメラというのは普段我々が撮影する手持ちカメラのような動き方をしますので、カメラ自体を簡単な動かし方をするのであればこちらでもいいですね。一方で常に何かを中心に追いかけたい撮影をする場合は2ノードカメラというのを使うと撮影する目標点が固定されます。とはいえ後で設定するヌルオブジェクトを使えば2ノードカメラでも手持ちカメラのような動かし方ができるようになるので、通常は2ノードカメラのままで OK です。続いてはカメラというよりはレンズの設定なんですが、実際のカメラを触る人はわかるかもしれませんが、レンズにはざっくりと広い範囲を撮影する広角レンズと遠くを撮影できる望遠レンズがあります。このズームの数値を上げると望遠レンズになるのですが、望遠にすると遠くのものを大きく映せる、つまり背景とかも大きく映すことができるようになります。よく写真とかでめちゃめちゃ大きい月の写真とか見たことがあるかもしれませんが、あれも望遠レンズの効果ですね。もうこんなでかい月見たことねえよっていうぐらいでかいですよね。ちなみに豆知識として人間の目に一番近い背景の見え方なのは 50mm のレンズと言われています。あとは iPhone とかスマホだと広々と撮影ができる 24mm くらいだと言われています。広角レンズの場合は画面の端っこが歪む特性があるので、被写体に近づく場合とかは少し注意が必要です。究極は魚眼レンズとかですけれども、あえて歪みを作る表現とかもありますので、そこはお任せいたします。これまたフルサイズ換算とか説明すると面倒なので、ざっくりと広角と望遠がそれくらいなんだなみたいに捉えられればそれで OK です。そしたら続いて After Effects でカメラを使うポイントの2つ目ですが、Z 軸で立体的にレイヤーを配置するということです。カメラを使っていない状態だと After Effects の画面は X 軸と Y 軸の2つの軸しかない状態です。つまり黒板とか画用紙とかそういった縦か横しかない画面に色々と配置をしていくんですね。ここでさらに Z 軸が加わることで奥行きが出ます。Z 軸を追加するには 3D レイヤーのスイッチをオンにしておくことで、位置では縦と横以外に奥と手前に設置できたり、回転させるのにも横の X 軸、縦の Y 軸の他に Z 軸が加わります。そしてもちろんカメラにも Z 軸がありますので、これを動かすことで Z 軸が違うもの同士の動き方が変わってくるので、立体的に見えるようになってきます。カメラを動かす際には新規からヌルを選ぶか、全帽子のコマンドオプションシフト Y でヌルを作成しておきます。そしてカメラの親とリンクの隣にある渦巻きナルトを引っ張ってヌルに接続してあげれば、ヌルが親となってカメラを引っ張ることができるってばよ。適当にいろんなところに配置して動かしてみると良いかと思います。そしたら奥行きが作れたところでカメラを使って動画を魅力的にするポイントの3つ目として被写界深度というのがあります。被写界深度というのはボケのことですね。ツッコミではありません。この被写界深度、深いという文字が入ってますが、これはピントが合う範囲が深いっていうことです。深いほどピントが全てに合っていて、浅いほどピントが合う範囲が狭いので、それ以外がボケるようになります。このカメラの被写界深度をオンにしておいて、絞りの数値を上げることでボケの強さを上げることができます。そしてフォーカス距離でどのくらい遠く、どのくらい近くにピントを合わせるかを設定することができます。あれ、被写界深度はどこ？ないよって思っている人は、コンポジション設定を開いておいてから、この 3D レンダラーを開いておきます。このレンダラーをクラシック 3D に変更してみると、被写界深度の封印が解かれるはずです。ここでカメラの動きを作ると、フォーカス距離もいじることになりますが、ただカメラの動きを作った後にこのフォーカス距離を設定して常にピントが合う状態にするのってちょっと面倒なんですよね。そこでそんな時に自動でピントを合わせる方法があります。まずカメラとフォーカスを合わせたいレイヤーを一緒に選択しておきましょう。そして右クリックのカメラからフォーカス距離をレイヤーへリンクというのを押すことによってカメラのフォーカスが常に選択した被写体にリンクされるので常に合うようになります。
動きをつけた後じゃなくて動きをつける前でも、このやり方だとフォーカスのリンクを合わせることができるんですね。とはいえ表現によってはフォーカス送りといって、フォーカスを手前から奥に変える、奥から手前に変える、そしてまた手前から奥に変えるかと思いきややっぱ奥に変えるみたいな目線の移動みたいなのを作りたい時とかにはやっぱり手動でやるのがいいと思いますが、とりあえずいろんなやり方を学んでおくといいかと思います。ということで続いてのカメラを使う際のポイント4つ目、カメラを切り替えてみる。ということでカメラを切り替える方法ですが、現実みたいにカメラをいくつか設定したり、カメラを一度止める必要はなくてカメラをぶった切ってみれば OK。後でもう一つ方法を教えますが、こんな感じでカメラをぶったぶたにぶった切ると、それぞれのカメラの角度とか位置とかを変えることで、そのカメラの画角をカチカチと切り替えることができるようになります。切り替わった時になるべく画角とか被写体との距離を変えてあげると、映像に変化が増えることになります。これちょっと面白いですよね。配置しているイラストとかオブジェクトやシェイプはそのままなのに、カメラが切り替わるだけである程度映像に変化を加えることができるんですね。人間は集中力に限界があるので、最近の映像とかは切り替わりとかも多いんですけれども、こんな感じでぶったぶたにぶった切ればカメラもたくさん使えますよと。今回は試しにこんな感じで被写体のより、表情を見せるアップ、そして全体を見せる引きという風にカメラを設定してみました。そしてカメラを切り替える方法としてもう一つ方法がありまして、それが簡単にコンポジションを分けることですね。今回のこちらの動画はコンポジションが分かれているのですが、こちらは逆にカメラの切り替わりを分かりづらくする工夫をしております。ということでコンポジションを開いてみると、コンポジションが終わるところでカメラがこちらに回転して動くようになっています。その時にグラフを見てみると、終わりに近づくにつれて徐々に速度が上がるようにすると OK ですね。逆に次のコンポジションではその動きを引き継ぐ形でカメラの動きを作ってあげます。これも速度グラフを見てみると、最初の方が速度が速くなっております。そうすることでカメラというか、今回はコンポジションが切り替わった時に動きが引き継がれるので、あまり切り替わったことが気にならずに続けて見ていくことができるようになります。これは実際のカメラでやってみても同じです。カメラの動きを最後に速くしてカットして、次のカットではカメラの動きを速くしてから始めるようにすると、切り替わりが自然な形でカットをつなげることができます。前のカットと次のカットの動きを合わせる感じです。スマホとかでもやってみてください。そして今回カットのつなぎ目のところなんですが、ここにちょっとしたトランジションを加えてます。これを加えた理由としては、別になくても切り替わりができるのですが、今回は立体化を見せつつもイラストの平面的な部分をあまり見せたくなかったので、こんな感じで手前に横切るトランジションを入れています。で、このトランジションですが、平面で作ったのですが、やはり立体化を見せるためにブラーのエフェクトを適用していますね。こうすることで前ボケといって、カメラで手前に配置した時にできるボケを再現してみました。こんな感じでボケとツッコミはエフェクトでも作れますので、実際に利用してみてください。あとは画面全体を覆うトランジションなので、画面が明るすぎたり彩度が高いとチカチカするので、動画内で使っている色の彩度を落として使っていたりします。トランジションで切り替える方向とかもカメラの回転とかに合わせていくといいですね。カメラの回転とかっていうのは、実際にスマホとかでカメラを左に振ったら画面の左から手前にあるものが登場すると思いますので、それを再現している感じですね。さあ、それでは次に行くでござる。続いてカメラを扱うポイントの6つ目、ヌルをいっぱい使うということで、カメラを動かすヌルオブジェクト。もちろんこのヌルオブジェクト一つでいろいろとカメラを動かしていってもいいのですが、それだと複雑な動きがしづらい時があります。今回はヌルで一つの動きを作ったら、もう一つヌルを作成しておいて、最初のヌルを次のヌルに接続して次の動きをそちらに作っていきます。普通にキーフレームを打って動かすと一回一回止まらなきゃならんのですが、ヌルをもう一個作ってそっちのヌルに接続してしまうことで、連続して動きを作っていくことができるんですね。とりあえず今回作ったのは位置と方向に対してキーフレームを打っておいてから、グラフで最初と終わりに対して緩急をつけておきます。それをさらにヌルに接続しておいてから、こちらもキーフレームを同じようにつけていく。そんな感じでヌルをいっぱい使います。もうヌルヌルパラダイスですね。これをすることで動きが連続するのですが、その他にもヌルヌルパラダイスができるようになる表現を2つほど紹介してみましょう。まずは、ただし摩擦はないものとするですね。つまり動きを継続させるやつです。ヌルで緩急をつけた後にずっと滑り続けてほしいみたいな時があります。最初に作ったゆっくり被写体に向かっていくカメラの動きを最初だけ早くしてみましょう。ここでは最初のカメラでは勢いよく入っていって、もう一つのヌルでは変わらない等速直線運動で常に被写体に向かって動き続けるようにしております。もう滑り続けるという芸人なら嫌な響きの動きができました。
そしてもう一つ、ヌルヌルできる表現がカメラの手ぶれの演出ですね。もう一つヌルを作って親とリンクを接続します。手ぶれのあるカメラというのは緊張や不安を演出する表現ですが、通常の動きのヌルとは別にただ揺れるだけの動きを作っていきます。計測したヌルの位置に対してオプションクリックでエクスプレッションを追加します。ここでウィグルのエクスプレッションを記載しておくとずっと揺れ続けていきますが、もう少し揺れ方にランダム性が欲しいときはさらにヌルを作ってこれをつなげてまたエクスプレッションを追加。そして今度は違う数値をウィグルの中に記入することによってカメラの揺れ方が複雑になっていきます。もちろん部分的にカメラを揺らしたいのであればカメラを揺らしたいところにキーフレームを入れるというのもできますね。登場のところで大きく揺らしてみるような画面の切り替わり方法とかもありますね。もしここでカメラが揺れた時にモーションブラーを加えたい場合はモーションブラーのスイッチをオンにしておくと揺れたタイミングでブレが加わります。今回はちょっと面倒だったので全部選択してモーションブラーを加えておりますが、ブレを加えたいレイヤーだけにチェックすれば OK。 あなたの作りたい演出によって使い分けてみてはいかがでしょうか。さあということで6つのテクニックはいかがだったでしょうか。練習のためにもこのうちどれか一つでも知らないものとかがあれば試してみてはいかがでしょう。もしこのやり方が気になるとかこのやり方もあるぜという熱い気持ちを持ったのであればコメントとかで教えてください。最初は3つの軸が難しいかもしれませんが慣れてみると結構楽しいですからね。ぜひとも試してみてください。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。